1945年8月6日、アメリカ軍は広島市上空に原爆を投下しました。原爆被爆者動態調査に基づくと、急性放射線障害が収まる1945年末までに約14万人が亡くなっています。被爆国である日本人はアメリカに対してどのような感情を抱いているのでしょうか。広島には高級平和の象徴の地として整備された平和記念公園があります。その周辺では外国人旅行者に原爆ドームや平和記念資料館について英語でガイドするため、多くの人がボランティアで通訳に参加しています。そのうちの一人、現地で無料通訳ガイドを行っている男子高校生が2019年8月に次のようなツイートを投稿し、日本のネット上でも話題になりました。明日で原爆が投下されて74年目ですね。私は平和公園で通訳兼ガイドスタッフをしているんですが、外国人に毎回聞かれます。日本人はアメリカを嫌っていますか？この言葉にはいろんな意味があると思います。私たちガイドは毎回このように答えます。私たちはアメリカではなく戦争を嫌っていますと。日本人が今でもアメリカを恨んでいるのかという疑問は海外のサイトでもたびたび取り上げられる話題です。その答えの一つを明確に示した少年の回答に対し、外国人から感動の声が寄せられていたのでご紹介します。日本の若者たちは素晴らしい考えを見せてくれた。すべての人が彼のように考えるべきだと思うよ。日本人がアメリカを嫌っていると思っているのは部外者だけだ。少年が答えたように、真実は真逆なんだ。暴力は暴力を生み、憎しみは憎しみを生む。戦う価値があるのは平和を守るときだけだ。今の広島はまさにそれを示している。アメリカ人として私も彼らと同じように戦争を憎んでいる。戦争によって日米を引き裂くようなことは二度と起きてほしくない。昨年11月、平和記念公園に行ってきました。その日以来、私は全く別人のようになったと言えます。国が戦争を起こして国民が苦しむ。一つ確かなことは、戦争に勝者はいないということです。アメリカ人はこの若者と日本から学ぶべきことがたくさんある。私たちはみんな同じ人間。お互いを憎み合う必要は全くない。私たちはお互いに敬愛し合い、尊敬し合うべきなんだ。これ以上の戦争は望んでいない。みんなで協力して平和を築いていこう。私は今、広島に住んでいます。ここの人たちはみんなとても親切で温かいです。私もそう思う。広島には2回行ったことがあるの。私にとっても日本で一番好きな都市なんだ。彼らはとても親切で強い精神を持っている。外国人を温かく迎えてくれるしね。そもそも真珠湾を攻撃しなければよかったと思う。真珠湾は軍事基地で、広島は民間人が暮らす町だ。この違いがわからないのかな？それに対して韓国人は未だに日本を恨んでいるよね。未だに原爆についてジョークを言うアメリカ人がいる。日本人はそのことも知っておくべきだよ。私はずっとアメリカに住んでいるけど、そんなアメリカ人に会ったことがない。今のアメリカ人が抱いている日本のイメージは、美味しい料理と最新ファッションの発信地だよ。俺も原爆投下のジョークなんて聞いたことがないな。
教養のない人たちは言っているのかもしれないが、でもそういう人たちがアメリカの代表ってわけじゃないから。いや、いいんだよ。本当は世界中の人間がアメリカを嫌ってるんだろ。初めて日本の友人の地元を訪ねた時、彼女のおばあちゃんの家にも行くことになったの。おばあちゃんは戦時中しかアメリカ人を見たことがなかったから、私が来ることにとても緊張していたそうよ。でも実際に会ってみたらリラックスできたし、心から日本の文化を愛しているアメリカ人がいることを知ってすごく嬉しかったって言ってくれた。おばあちゃんと心が通じ合えてとても感動したわ。おばあちゃん、私がまた日本に来ることや日本語で話しかけてくれるのを楽しみにしてるって。そのように考えるように教えられているような気がするけど、でもその考え方自体はとても素敵なものだと思う。日本の統治下にあった国もそう考えればいいのに。その通り。俺たちは何よりも戦争を憎むべきだ。戦争に勝者などいないのだから。私はこれまでいろんな国に行ってきたけど、広島ほど温かく迎えてもらったことはない。謙虚でオープンな街だったよ。私も全く同じことを感じました。でも、建前の可能性がないわけではないよね。だとしても、平和を促進するための思慮深い回答だろう。彼らは努力を続けているんだよ。日本人は過去の敵を憎んだりしない。未だに過去を引きずる中国や韓国と違ってね。少年は本気で言っていると思う。数年前に平和記念式典に参加したが、そこに恨みはなく、ただ愛だけがあった。多くの市民がわざわざ私のところに来て歓迎の言葉をかけてくれたんだ。世界から全ての戦争がなくなってほしいという共通の思いがあることを知っているからなんだろう。アメリカではなく戦争を嫌っています。さすが日本人だと言わざるを得ない。これが多くの国や国民が日本人を模範すべき存在として尊敬している理由なんだ。広島の人たちは最高です。3年間住んでみて、広島を好きにならない理由なんて何もなかったよ。あの街を知ることができたのは、とても幸運なことだったと思う。なんて美しい回答なんでしょう。日本が他国と力を合わせているのを見るのは嬉しいです。特に私たちアメリカとの間にある苦い過去を考えるとなおさら嬉しい。広島は世界で一番好きな街。私にとって第二の故郷のように感じることができる唯一の街です。夜も怖がることなく歩けるし、人々はみんなとても親切でした。アメリカでは未だに真珠湾や太平洋戦争のことで文句を言う人がいる。でも原爆のことでアメリカ人を侮辱している日本人は見たことがない。マレーシア人の私から見て、日本もアメリカも偉大な国だが、国民の精神性には明らかな違いがある。ほとんどのアメリカ人は日本と日本文化を愛している。ネット上の一部のバカどもの声をアメリカ全体の考えとして受け止めないでほしい。正しい回答だと思います。そして、そのように答えられるようになるまでには、相当な努力が必要だったであろうことは、想像に難くありません。世界は、日本を、特に、広島を模範とすべきだ。彼らには、アメリカを憎むすべての権利がある。しかし、彼らは、その権利を行使しようとはしない。戦争が、唯一の憎むべき対象であることを知っているから。そして、世界中の人に
1945年8月6日に起きたことから何かを学び取ってほしいと考えているんだ。最後まで見ていただき、本当にありがとうございます。日本もアメリカも大好きだよって思った人は高評価ボタンを押してください。また、今回の話題について思っていることがあれば気軽にコメントしてください。面白い話題をまた探してお伝えしますので、チャンネル登録も忘れないでくださいね。